こんにちは、ちーです。本日は業務スーパーに行ってきましたので、購入品のご紹介いたします。特に業務スーパーでお安く売っているものを中心に購入してきました。よろしければ最後までご覧ください。まず、冷凍品からご紹介いたします。ライスバーガー豚生姜焼き、ライスバーガー、照り焼きチキン、2つとも128円でした。今までこの生姜焼きと焼肉が出ていて、そちらを購入したことがありました。今回照り焼きチキンは初めて購入します。このライスの部分が少し香ばしくなっていて美味しくいただけたので、今回またリピートしてきました。お米が炊けていない時とかにも使えるのでおすすめです。今回は食べ比べもしたいなって思って照り焼きチキンも購入してきました。次に白身フライです。368円でした。全部で10枚の白身のフライが入っています。パン粉付けされているので揚げるだけでできるのでとっても簡単です。私はいつも揚げ焼きで作っていますが、問題なく作れています。すでにパン粉がまぶされて冷凍されている商品は結構お手軽にフライができるので、いろいろ試しています。有名なのだと鳥屋さんのチキンカツとかがあるとは思うんですが、こちらの白身フライも美味しいのでリピートしています。もしフライ系でおすすめあればぜひ教えてください。次に冷凍讃岐うどんです。178円でした。こちらは業務スーパーの定番商品かと思います。前回行った時も購入しましたが、ストックがなくなったので購入してきました。次に肉団子 500g で208円です。こちらも何度もリピートしている商品です。これはもう揚げ調理してある商品ですので、レンチンとかでいただくことができます。お手軽なものだとケチャップであえてミートボールみたいにして食べたりとか、あとは酢豚とかもすでに揚げられているので作りやすいかなと思います。おうどんとかに入れても出汁が出て美味しいので、これは常に冷凍庫にあると安心な商品です。冷凍品は以上になります。ちなみに冷凍野菜も業務スーパーでは有名かと思うのですが、回収が多いなっていう印象なので購入しないようにしています。回収商品についての動画まとめましたので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。次に冷蔵商品を紹介いたします。絹ごし豆腐3パックで60円でした。こちらは容器に隙間なく入った重点豆腐なので長持ちします。これも約2週間弱ぐらいは長持ちする商品なので買っておきました。お豆腐は私の近所では業務スーパーが最安値です。次にサラダスティック76円です。これは業務スーパーのオリジナル商品ではないと思うのですが、値段的に76円は最安値です。イオン系列とか他のスーパーのプライベートブランドでも結構サラダスティック出していたのですが、業数が近くのスーパーでは最安値なので業務スーパーで購入しました。冷凍しておくと中華スープでも和風スープでもなので、使い切れない分は冷凍して保存しています。次にちくわです。79円でした。ちくわも業務スーパーが最安値です。だいたい普通のスーパーでも5本入りで100円はするかなという印象ですね。ちくわもよく冷凍して炒め物とかにタンパク質をプラスできるようにしています。次に雪印北海道バター488円です。こちらはちょっと業務スーパーが安いかっていうことは比べられていないのですが、そろそろパン作りとかお菓子作りしたいなと思ってバターを購入してきました。なんか復刻デザインみたいですね。中身は
通の雪印のバターと同じものみたいです。バターもかなり高いなって思うんですけど、パンとか作るときには必須なものなので今回購入してきました。次に国産大豆水煮65円です。こちらも業務スーパーが安いですね。近くのスーパーだと1袋100円はするので、業務スーパーで買うのが一番お安いですね。製造元も神戸物産になっているのでオリジナル商品かなと思います。こちら国産大豆 100% 使用していますし、原材料も大豆と食塩のみなので安心な商品かなと思います。期限も約2ヶ月持つので常備しておくといいかなと思います。冷蔵品最後がチーズです。ブレンドチーズ 400g 入って480円でした。いつも購入しているチェダーチーズとかが入ったちょっと何種類か色の入ったチーズがあるんですが、そちらが売っていなかったので今回はこちらを購入してみました。加熱必須の商品になっています。うちではチーズは焼いて食べることが多いのでこちらで問題ないかなと思います。チーズは片栗粉をまぶして冷凍するとパラパラのまま冷凍できるので、こちらも使えなくなりそうだったら早めに冷凍して保存しようかなと思っています。冷蔵品は以上になります。次に常温商品紹介していきます。こんにゃく37円です。こんにゃくは 100g5 キロカロリーでとってもヘルシーな商品なので購入しています。こちらも業務スーパーが最安値ですね。近くだと100円から安くても60円70円ぐらいで売っているので、37円っていうのはやっぱり破格だなと思います。次に白滝です。43円でした。こちらも破格ですね。43円はなかなかないと思います。しかもちょっと容量も多くて 230g 入っているのでかなりお安いと思います。白滝とこんにゃくは常温でも保存できるので常にストックしている商品です。次にこちらもリピート品ですね。素焼きミックスナッツ648円でした。こちらも業務スーパーが一番お安く買えます。以前ふるさと納税で頼んだのですが、やっぱりふるさと納税で頼んだものは香りが高くて美味しかったです。あとはいえこちらも何か添加物が入っているわけでもないですし、シリアルと混ぜたりとかヨーグルトと混ぜたりとかして食べているので問題ないかなと思ってこちら安いものを購入するようにしています。次にカットトマト缶98円でした。以前買っていたものと見た目が違うなと思って値段もちょっとお安くなっていました。前回買ったものは添加物なかった気がしたのですが、こちらは pH 調整剤が入っています。今回はこちらしか売ってないのでこちらを購入してきました。業スーさんの中でもちょっと安いものに乗り換えたのかなと思います。やはりこちらも業務スーパーが最安値ですね。次にコチュジャンです。168円でした。輸入が神戸物産になっているので業務スーパーのオリジナル商品かなと思います。他のコチュジャン試してみたことはないのですが、よくケースに入ったコチュジャンとかも売っているのでそちらと比べて味がどうなのかっていうのが少し気になるところではありますが、チューブっていうのがお手軽で楽なのでいつもこちら購入しています。次にオイスターソースです。178円でした。オイスターソースは引っ越しを機にちょっと在庫がなくなっていたので購入してきました。意外と何にでも使えて炒め物とかはもちろんなんですが、おでんとかにも風味が出てとても美味しくなります。今の時期だとちょっとおでんではないかなとは思うんですが、冬になったらぜひ試してみてください。次に青さこです。30g で85円でした。こちら業務スーパーで初めて購入します。こちらも輸入先が神戸物産なのでオリジナル商品かなと思います。こちらは中国産ではあるんですが、どこのスーパー見ても中国産のものが多いのでこちらは仕方ないかなと思って購入してきました。ちなみにお好み焼きとかで青さと一緒に使う紅生姜も売っていて、少し成分表を見たんですがちょっと気になる添加物赤色102っていうのがあったのでちょっと今回は紅生姜を買うのは諦めました。次にリピ品です。スパゲッティ 1.5mm 125円でした。ずっと買っていたスパゲッティが
販売中止になってしまって、新しくこちら購入してみたのですが、普通に美味しいスパゲッティだったので、こちら今後リピートしようかなと思っています。値段もやっぱり普通のスーパーよりは全然お安くて、500g で125円ということなので、こちらリピートですね。今後もしていこうと思います。次にレモン果汁です。148円でした。夏なのでレモン水とかさっぱりジュースにしたり、ネギ塩レモンとか調味料と一緒に合わせてお料理に加えたりしたいなと思って購入してきました。こちらも業務スーパーのオリジナル商品ですね。初めて買うので、ちょっとポッカレモンとかと比べてどうなのかっていうのは見ていきたいなと思います。次に SB の和からしです。88円でした。在庫がなくなりそうだったので購入しました。こちらは深みのある辛さっていうものだったんですが、もう一個ちょっとマイルドめな辛さっていうものもありました。うちは結構辛みを求めてるタイプなので、こちらにしました。次に唐辛子 100g 入って348円でした。こちらも中国産の商品になりますが、唐辛子はどこ探しても大体中国産なので、こちらでいいかなと思います。浅漬け作るときとかペペロンチーノとか結構うちは唐辛子を使うので、こちらを購入してきました。業務スーパーのは初めて購入したので、今まで SB のものを使っていたので、そちらと比べてどうなのかっていうことは確認していきたいなと思います。次にトマトケチャップ 500g 入って148円でした。こちらは広告の品で売っていて、ちょうどトマトケチャップなくなりそうだったので購入してきました。業務スーパーのオリジナル商品ではあるんですが、カゴメと共同開発しているみたいなので、安心して使えるかなと思いました。おそらく普通のスーパーで買うよりも全然安いのかなと思うので、オムライスとかエビチリとか使う機会があるので、お安く購入できるととてもありがたいです。次にフレンチドレッシング1リットルで398円でした。これは以前コメントでおすすめいただいた商品です。フレンチドレッシング美味しいよっていうことで探していて、なかなか見つけられなかったのですが、やっと見つけることができました。白と赤があって、どっちがおすすめなのかなっていうのは分からなかったんですが、とりあえず白を買ってみました。おすすめありがとうございます。他にもドレッシングいろいろ試したいなと思っているので、おすすめとかあればぜひ教えてください。次がイギリス食パン265円でした。こちらは初めて購入するものになります。似たような商品で天然酵母食パンっていうのがあると思うのですが、そちらは私は美味しかったのですが、ちょっと夫が甘すぎるからあんまり得意じゃないっていうことで、今回はこちらのイギリス食パン初めて購入してみました。産後ちょっとどうしてもお腹が空いて朝ごはんしっかり食べるようになったので、間食が増えてきました。結構大きいので大変ではあるのですが、ちょっとカットして食べきれなさそうな分は冷凍していこうかなと思っています。近くのドラッグストアとかだと1斤最安で100円ですね。なので2斤で265円なので、お値段だけ考えるとお安いわけではないのですが、結構美味しいって有名なパンみたいなので、今回試してみようと思います。次に皿うどん5食で218円でした。こちらも初めて購入したものになります。今お米高いので、冷凍うどんとかパンとか少しでもいろんな主食でカバーできればなっていうふうに思っています。こちらはあんとかついているわけではないので、自分で作る必要はあります。5食入りなので1食40円ぐらいの計算ですね。今撮影時だとちょうど古いお米っていうのが出始めた時期ではあるんですが、やっぱりあまり美味しくないっていう評判は聞くので、何かしら美味しいもので代用できたらなと思います。今お米だいたい50円前後ですかね。って考えると、少しこういった皿うどんで楽しむのもありなんじゃないかなと思います。5つ入りなので夫と分けて、余ってしまった分はサラダとかにトッピングしても美味しいかなと思います。業務スーパーで今後いろんなお菓子試してみたいなと思っています。フォレストクラッカーサラダ味138円でした。こちらは初めて購入した商品になります。カルシウムが豊富に入っているということで、
120g 入って138円なので、クラッカーの中ではかなりお得なんじゃないかなと思います。またおやつで食べてみて商品レビューできたらなと思います。最後ですね、ローストココナッツチップス128円でした。こちらは原材料がココナッツだけで、砂糖も不使用ですごくいい商品だなと思いました。おやつにするのはもちろんなんですが、朝ヨーグルトとかシリアルとかに入れて食べても美味しいかなと思って購入してきました。お値段も1袋で128円と、おやつにちょうどいいぐらいのお値段かなと思うので、無添加でこういった商品があるっていうのはかなりいいんじゃないかなと思います。皆さんもおすすめ商品などありましたら、ぜひコメントなどで教えてください。今後また今回購入したもののレビューなどもしたいなと思っているので、よろしければチャンネル登録お待ちしております。それでは以上になります。今回もご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。